します。はい、オタグッズいっぱい。適当に突っ込んでるゾーンでおばあちゃんからもらって、占い好きなんですね。明るい服を着ておくといい。あとボーダーを持っちゃダメみたいな。占いでなんか自分の価値観に沿わないものがラッキーアイテム出ても3秒見つめてな。これでファンサもらったんで、こんなんされたら僕大好きになっちゃう。ね、取るためにお金超かけた。この写真100万円かかってるじゃないですか。カードローンの返済はこれ結構えぐい額が。リボ払い神って思ってました。まあでもおかげで債務整理すごい推しのために破産してる。芸能人見るのが大変。34歳で看護師を。ハードワークなのでストレスとか疲れがあって、片捨てる余裕がなくなってるのかな。4、5年前とかなんですけど、ベッドも机も椅子も全部廃棄して、ちょっとリバウンドしてる、リバウンド、そうですね、リバウンドしちゃってます。整理収納アドバイザー2級持ってるんですね。すごい。整理収納アドバイザー。これ、からか。いや、そうです。収納大好きですね。ズボラな人こそミニマリストになった方がいいです。根本的に物の数減らせばそもそも整理収納いらないから。片付けのテストを一旦全部出す。思い出に縛られてるんだな。主従関係が逆になってると思った方がいいです。物のために自分が家賃を払ってるとか、思いに縛られてるとか、絶対身の丈に合ってない応援してるでしょ。やっぱそういうお金の使い方が巡り巡って他のところにも多分行ってるんですよ。行きます。9時間片付けて18袋ぐらい。やばい。余白が。なんかやっぱ思い出のものが結構体に負担になってたのかなって。けどいつか処分したいけどでも処分できないどうしようみたいな。で今までその重荷がすっごいあったんだなっていうふうに。ということで今日も物を減らしていくんですけども、今回は看護師34歳女性のゆかさんのお家へ行って物を減らしに行くんですが、この方ですね、もう僕がイベントをやるたびに絶対何回も繰り返し来てくれていて、で支部うちわを作ってもう本当にありがたいんですけども、熱心に応援してくれてる方でして、で僕以外にもそのアイドルが好きだったりとか、オタクな趣味もあったりとかで、もっと言うと看護師っていう結構体をね使う仕事で、ストレス発散に物欲が溜まってでよく買い物してしまうんですっていうのもイベントに来るたびにお悩み聞いてたりっていう感じの女性の方でして、でもう本当にちょっと現状の自分をどうにかしたいっていうので改めてこのイベントに申し込んでくれたという方で、こんな感じで概要欄に Google フォームが貼ってあって、そこからミニマリスト支部を家に呼んで片付けてほしいよという方はリンクから申し込みできるんですが、はい、応募動機書いてくれてます。もともとマキシマリストでしたが、掃除や片付けが面倒くさい、インテリアコーディネートが面倒くさいと思い YouTube で片付け動画を漁っていました。そんな時渋さんの動画に出会って、床に何もない生活がしたい、掃除が楽な部屋作りがしたいと思い、一時は結構物を処分し理想の部屋に近づくことができました。しかし理想の部屋を手に入れたものの物欲が止まらずいろいろ買ってみたり、また引っ越してからは家具をさらに増やしてしまったこともあり、また以前とは大きく異なる収納場所、大きさに戸惑いがあり、どこに何をしまったらしっくりくるのか考えれば考えるほど難民になり、結局そのまま放置して早3ヶ月。床に散らばっているものは時々片付けますが、1週間経つ頃には元通り。できれば部屋の奥にある棚も処分して、ベッドと机、椅子だけの部屋にし、備え付けの収納だけで収納できるようになりたいです。そして物欲がなくなり、貯金できるようになりたいです。ぜひご教授お願いしますということで、僕も物減らし頑張ります。お邪魔します。いらっしゃいませ。お願いします。はい、ということで早速玄関辺りがもうちょっと若干物が散らかってるなということで、早速ちょっと片付け前の現状のルームツアーを。玄関、ちなみにこの靴あれですねと同じブランドオンっていうメーカーさんで、僕が履いてる靴と同じ、これもちょっと僕に影響してくれたって感じですね。そうですね。なるほど。いやでもこれ履きやすいですよね。履きやすかったです。はい。っていう感じの玄関で、ちょっとここ見ていいですか？どうぞ。失礼します。靴箱ですね。でもこの辺りは割と整理されてるし、靴もそんなめっちゃ多いわけではないかな。1,2,3,4,5,6。玄関のもの入れても7足なんで、これ防災カバンですよね。そうです。防災カバンです。防災カバンと、虫が苦手なタイプですね。で、ここから見ると動線もすごいしっかりされてて、多分普段着るパーカー、着てないんだ。仕事で借りてる
やつなんあーで捨てられないっていう。なるほどね。使わないものなのにちょっとここにあるのはどうかなと思うんで、ちょっとクローゼットに戻してもいいんじゃないかなとは早速思いましたけども、まあこことか例えば普段かぶってらっしゃるニューエラの帽子とかかな、あと傘がかかってたりっていうので、まあ、ここで玄関すぐね傘取り出して出るっていうのはこの生活の動線、まあ防災カバンもそうですけど、まあ、玄関の動線は非常に素晴らしいかなと。はい、ここは問題なさそう。特段はい、問題はどっちかというと、まあ、この辺り無印のものがここからなんだ。もともとお茶を入れてたんですけど、はいペットボトルのはいストックを、でも今なくなっちゃって、うんうん、ここに防災用の水入れてみたいな感じいですか？いや普通の普段飲む用のそのまんま段ボール直置きでいいんじゃないかなとか思いましたけど、段ボールは煙がじゃあ僕だったら届いた瞬間に段ボール開封してとか、あーここには置かないかな、そもそもとか。そうですよね。フレグランス直にあるんですね、はい。普通に足元にあるしすぐそこトイレなんですよね。でもここ90度までしか開かないので、ギリ当たらまあ、ない。ギリ当たらないけどちょっとなんかここにあるのはちょっと気になりますね僕は。そうですはいまあここはちなみにこの袋なんですか？あ、それも女性。なるほど。普段使う。うんうんここに吊るしてるんですね。そうですっ。ていう感じで、ここがちょっとちょっとここら辺から早速あっちもそうですけど、まあ、ちょっと玄関トイレ周りは良かったけどこの辺り若干ちょっと生活感が出始めましたね。ちなみにコードはこれですか？ガスコンロもあるんですけど、はいガスちょっと苦手なタイプか。これはともかくちょっとこの辺りはもう少し減らしたり整理できそうな気は、はい。ここはやばいみたいなとこ見せれる場所ありますか？これってあれキッチンペーパーってこんな使い方するんですか？で、これしかもこうじゃないですか？こうやってぶら下げるんですけど、はいはいはい。ここが邪魔でうんうん入らなくて、まあ、これ正直言うと買う前にちょっとちゃんと調べたりそうですねイメージしとけば防げたミスかなとは思いますけど。こっちはちょっと出費品系ストック。ここはまあまあまあ、はいで言うと結構やっぱ無印良品のこのそうですねポリプロピレンのグレーのケースで結構収納するのが好きっていう感じですね。はうんうんこっちは食器とか鍋あが、あと調味料、うんうん調味料こっちにある。常温のカトラリーを使ってない系のやつです。食器がこっちにあるんですね。あれ本当だ。あれあれそっちに入れてない。なんか入れ、まあ、今の感じでも若干そのなんか何がどこにあるかあんまりいや把握できてない状況。僕的にちょっとこの置き方が若干美しくはないなっていうまあ僕だったらそうですよこれとここ入れ替えるかあこっちに揃えますね。そうですね。とかまあちょっとおいおい配置も気になるかなと。はい。この中何入ってます？これゴミ箱です。ね燃えるはい。でプラゴミで。了解です。こういうはい。感じでうんうんうん。ゴミ箱ですね。冷蔵庫は一応大丈夫ですけど。いいですか。はい。ほぼ何も入ってない。問題のリビング。はい。はい。はい。この辺りはいだいぶせっかくのテーブルが半分ぐらいもので埋まっちゃってるのと、一番気になったのはここですね。ここはここになんか無印良品の収納がいっぱい、あっちもそうですけど、なんかゆかさんあれですよね。収納大好きですね。そうですね。前は収納がすごい大好きでいっぱい買って、うんうん。で一回処分して、はい。でまた必要だなと思って買ってっていうのを繰り返して、うんうん。で今余ってるやつがここですね。しかもこれからか。いやそうです。まだはい。これはそう引っ越してきて、はい。収納にちょっと余ったものたちなんですけど、また必要になるかなっていう時のために取ってたんですけど、はい。ずっと使ってなくて、それも空です。これも空なんだ。全部空で、本当だ。はい。全部、玄関にも実は無印良品のコンテナボックスありましたけど、それも含めて全部空なんだ。そうですね。粗大ゴミとかもうんうん。ちょっと電話するのがめんどくさくて、はい。ちょっと後回しにした結果ここに溜まってるみたいな。もう6ヶ月。半年ずっとここに置いてるみたいな。そうですね。やば。でここからこう見ると、さてひまわりとしんちゃんがいますけど、しんちゃん好きなんですかね。はい。キャッチャーではい。取りました。これ落ちないんですか？たまに落ちるんで。そうですよね。もうさっきも実は落ちたんですけど落ちて、あとここに埋もれて気づかなかったんですけど、はいこれダイソンのめっちゃいい掃除機あるじゃないですか。これ使ってますか？昨日一応床を掃除機かけました。使ってるけど、これシンプルに取り出しづらそうですよね。自分で見て嫌気がしたみたいな感じですよね、部屋に。ずっといつもこっち向いてるんで、はいこっちはそんなに。はい。ここに
こっち見ないんで。なるほど、普段そう食べるテーブルと、まあちょっとなんか若干僕この配置も気になりますね。そうなんですよね。なんか部屋のど真ん中に後で動線あっちにマットレスがあったりとっていうので、あとあそこにサーキュレーターとか、はい、これも無印良品のやつかあ、そうですね。とか、あとこれ加湿器、加湿器。しかも加湿器をまたこの無印良品のコロコロでこう移動できるようにしてんだ。無印良品大好きやなみたいな。何かあったら無印来ます、ね。あー、なるほど。ちなみにこれも無印ですか？こちらもこれ無印なんだ。無印。あれは無印じゃないか。あれ無印。あれ無印だな。はあとここにクローゼットがあるんですけど、はいはい、ちょっと見てもいいですか？あ、こんなここにも無印良品の、そうですねこれ結構でかいですね。あ、はい。と、これはなんだろう。それは寝袋？寝袋か。まあ服は割とそんなめちゃくくちゃ多いわけではないか。失礼します。1、2。これちょっとあれですかね。だいぶパンツがそうですね3つぐらい被ってますけど、4つか。はい。これって別にだいぶスペース余ってるから4つかぶせる必要もないかなとか僕は思っちゃったんですけど、はい。これが3つしかなくて。出ない。こんだけいろいろいらないものあるけど必要なハンガーは足りてないんで、13、14、まあ22着くらい服がここに。夏服が夏服こっちにあるんだ。こっちの。じゃあまだ結構あるな。プラス10着ぐらいあるのかな。まあ、ちょっとこの辺りもなんか若干これなんだろう、圧縮袋かな。冬場これを、冬場じゃない、夏場これを圧うんうん。縮して、で、あとここになんかすごい、そうはい、なんかこれなんですか？これおばあちゃんが作ってくれた、はい。布草履。布沿い、おばあちゃんのもので捨てづらいみたいな。それとも好きで使ってる。でもこれは普段も履いてたりするんですけど。じゃあこれは大事なものなんですね。うん。あともうよく見るとここら辺もなんかまずこれは使ってらっしゃいますか？普段。マッサージクリームで使ってるやつでストックっていう。ストックで、ここもパソコンとスマホとか、もろもろなんかここもなんか入ってますけど。これそうですね。ちょっとはい細かいものが。人がすごいもうなんか適当に突っ込んでるゾーンで。でそのまんま横にですね、ここ実はいいラックがあるんですよ。なんかごちゃついてますね。このリモコンがあるってことは、そうですね。そうなんだ。これあれか、我が家と同じだ、ついたっていうので、はい。実は我が家と同じアラジン X が来た。我が家でよく見るやつ。リモコンが置いてあったり、はい。まあ可愛い花とか。この服缶ってなんすか？それ無印の。はい。服無印良品なんだ、これも。はい、そうです。無印良品の福袋みたいな。そうですね。ランダムでいろんなところの地名のはい入ってるみたいで。無印良品が好きなんですね。もうミニマリスト関係なく無印良品好きって感じですよね。そうですね。部屋見たらシンプルじゃないですけど。はい。シンプルとは程遠い生活されてらっしゃいますが、やっぱ物を少なくとか無駄に買いたくないって点だと、福袋買わない方がいいよみたいなのがあって、僕だからもう年末年始はミニマリストの敵みたいな思ってるくらい、僕初売りとかも好きじゃないし行かないんですけど、でもこれはもう本当に無印良品のその商品が好きみたいな感じで買ったんですね。そうですね。なるほど。これも処分したいんですよ。この棚も。そうなんだ。こうよく見ると、さっきの僕の本とか、ゲッターズ飯田さんの占いの、本当占い好きなんですね。なんかこの辺り見ると、やっぱみんなサインあるんだな、ちゃんとそういう。僕いつもこれなんで、サインないんですよ。いや、シンプルでいいと思います。はい。っていうのでサイン本がここに2冊。はい。もっとあるんです、もっとあるんだ。結構じゃあ著者さんのイベントに結構行ってるんですね。なんかゲッターズさんのイベントに結構ゲストとして来てて、でそれで本を販売して。本当だ、同じ本が。これはあれか、じゃあイベントに行って買ったみたいな。そうですね。青木さやかさんと八井一郎さんと僕なんだ。それ貯金したいんですね。開いてもない。開いてもない。ちょっと節約するために買った本が一冊も読まずにお金すり減らしてる、節約系のものを買って節約になってないっていうのはよくある話なんですけど、ちょっとこれは読んであげたいですよね、シンプルに。忙しくて読めてないのか、読む
まあ習慣がない、ないし本読む習慣ないけど結構本好き僕一つ読まずに積んどくしてある本って今の自分のレベルに合ってないかそもそも興味がないかとか、ちょっと手に取ってみて、はいつまらなかったそれは例えばあーもう知ってることがたくさん載ってるとか、今の自分のレベルに合ってないとか逆に難しすぎるとか、大体読まない本っていうのは絶対理由があるんですよね。っていう意味でもなんかちょっと多分この本に限らずあそこ見ていくと多分まだ読んでない本もいくつかある感じです。全然ほぼ読んでないなので、活字を見た瞬間にはい、眠くなるだと今後そういう自分のレベルに合った本買った方がいいですね多分。活字いっぱいの本は多分買っても読まないんで。ここにもちょっと待って、ここにも草履あるな。草履好きなんですか？それともおばあちゃんが作ってくれるから。これは1年ごとに帰るんですけど、はい。これが去年で、はいこれが一昨年みたいな感じです。で帰る時汚い帰った時にはい。来たな全然。で持たされて帰ってくるんですよね。ここに、ね、iPhone とか充電器がここに。こら辺いっぱいちょっとはいこっち側、で寝る前にこれであそうですすよね。これ絶対夜寝る前スマホを触りまくっちゃう動線ですね触りまく。ってうん、そのあたりケーブルも床にねごちゃついちゃってるんで、ここも、はい、アップルウォッチもそこなんだ。こっち床に置いてありましたけど、せっかくなんかあそこら辺に台があるからあそこで充電してんのかなと思ったら、そこにもあるんですよね。えああ本当だ。次ですか。あ、ここに文房具類。女子に必ずあるっていうマスキングテープがあ、本当だ。マスキングテープがまたここから。今のとこマスキングテープ率 100%。ああ、それもゲッターズさん大好きなんですね。なんで僕の友達知り合いでも結構好きな人いるんで、僕の中で今占いで一番来てる人はゲッターズ飯田さんみたいな。ちなみに僕の実家には細木和子さんの、はい、父親が大好きで会いに行ってたくらいなんで、すごい。はい、結構僕の周りは占い好き多いんですよ。ここに家計簿セットみたいなのをああ、これまた100均で買って未開封みたいな。なんか何貯金みたいな感じではいそれに貯めていこうかなって思いつつやってないって一回も。ことですね。そうですね。そのうちやろうって思いながらなるほど。そのうちやろうと思いつつ一回も書いたことはないですね。一回もマジか。パソコン、あ、はい。これは使ってます？これもしばらく使ってないんですね。はい。iPad 買っちゃったので。あー、はい。でもこれ結構そうなんですよ。 MacBook なんかね Pro なんでパソコンを引き出しに入れるってなかなか使ってない人の入れ方ですよ。まあそこに iPad がまだあるとかわかるんですけど、ここで座りながらこう出して置いて使おうっていうイメトレはしてたんです。そこに入れてたら充電できないじゃないですか。あ、でも充電するときはそこで。まあですよね。ってなると多分そこに入れないんですよね。使う人は絶対。そうだから絶対使ってないと思いました。結構いい MacBook じゃないですかこれ。 MacBook Pro ですね。ですよね。わかんないフォルムでわかる。そうわかんそう思った。なんでこんな硬いんですか。ああ、なんかもうついてたそうね使わなすぎて。使わなめっちゃ綺麗。もったいな。なるほど。ももううお金の無駄遣いをしましたね。譲ってほしいくらい綺麗ですけど。あげますけど。はい。まあこれ売りましょうか。はい。売るのにおすすめな場所も後で紹介するので、ね、そのマウスもいいやつだし。アップルです。ああ、あとよく見ると押し入れの下にちょっと待ってよ。触れてなかった。ちいかわみたいなやつあるけど。ちいかわじゃなかった。ああ、ちょっと待ってください。内輪がいっぱいある。これ見ていいですか？見せたくないですか？はい。ででん、内輪がなんかあれですか？俗に言うオタクですか？あ、まあ僕も同じなんで大丈夫です。はい。結構これなるほどね。なるほど上あれか。ハートしてか。ハートしてか。なるほどね。はい。関ジャニ横山くんですか？ああ、なるほど。ファンサもらったんですね。あ、スノーマンか。はい。これはもうグッとして、すげえ。なんかめっちゃしっかりしてる。作ってくれる業者があるんだ。そうなんです。僕もアイドルとか好きでライブ行くんですけど、まあ一貫性僕じーって見てるタイプなんでこういう事情に詳しくなくてライブ行ってるくせになんか内輪サイズのこのケースがあるんだ。でこの猫なんですか？この一瞬ちいかわと思ったんですけど、これがはい、20のあーなるほど。まゆかちゃんのキはいャラクター、ごめんなさいなんかちいかわとか言っちゃっていやいやはい20といえばあやかさん、はい、フォロワーの人に教えてもらって、うんうん、なんか20のあやかさんが YouTube の生配信で2023年の抱負でミニマリストになりたいみたいな憧れあるみたいなことは
ちらっと見てるの僕も見たんですけど、じゃあ結構男性アイドルも行くし女性アイドルも行くし、それはちょっと、はいゲッターズ飯田さんってアイドルなの？いやアイドルじゃないんですけど、はいなんか、はいうちわを作ってみました。はいこっちもハマってる芸人さんの億万奥村さん、なんかよはいく飯田さんと一緒にいらっしゃるああはい芸人さんで、はいトークライブがあるので、はいその時にこうやって「あー」ってやってあそういうのは好きなんですねこれ作るのとかそうですこの前も、はいイベント行った時に1列目ではいでこれ最善じゃん見てたら本当はいにこれ見て「はいうちはなんか作んない方がいいですよ」とかってちょっと突っ込んでもらえてオタグッズいっぱいいっぱいあこっちにも重いですあーでもうちわとかではなくあこっちはうちわじゃなくて思い出系とあ思い出ボックスみたいいなはいこれもおばあちゃんから赤い帽子編んでって言ってはいもらってはいつけたけどあんま合わなくてうんうんうんでずっとしまい込んでまあ、さっきのゲタといいちょっとおばあちゃんのもの結構あるって感じそうですねですねまあおばあちゃん子というか仲良しうん今ははい、うんうん嵐のグッズとあ嵐も好きなんですねどうしても捨てられないものが、てか今関ジャニってあれありますちょっと待ってはいそう今日から名前が変わるあそうなんだ関ジャニって入っちゃってるから、はいジャニーあーそっズが入ってるからかスマイルアップになってますもんね今はいだから関ジャニ名前変わるんだ今日そうなんです何になるか楽しみですねうんもろもろはいドナルドも好きなんだドナルドも好きでディズニーが好きで多趣味でいいっすね人生多趣味人生楽しそう、うん、あ3月のライオン好きなんですかこれにはいエキストラで出て、ああはいあいるんだじゃああそうなんです僕手ぶらで生きるっていう本一冊目に書いたんですけどそこで3月のライオン紹介したんですよ3月のライオンの主人公の部屋ってちょっとミニマリストっぽくないですか、そうですそう本当にこのああそれちょっと分かりにくいけどまあ、著作権的にあれだけどもう勝利盤と布団しか置いてないみたいな、うんひたすら勝利に集中できるようにみたいな部屋なんですけどもう自分がどこに映ってたっけなってはいなるほどエクストラでも映ってると一応でも素晴らしいなと思ったのは思い出のものって全部捨てろとは言わないんですけどやっぱ無限に残し続けると部屋が散らかっちゃうからキャパを決めてくださいって言うんですけど、まあ、一応自分の中では思い出のものはこれでオタクグッズはこれみたいな感じで一応ちゃんと収納量を決めてその範囲に残してるっていう感じはまあ素晴らしいと思いましたね。はいまあ、ちょっとまだここから減らしたいものがあればお手伝いはしますけど。はいということで早速物を減らしていく前にですねはいちょっと自己紹介とかであと何で申し込んだのか、はいまあ、物を減らしてどういう生活したいかとかをちょっといろいろ聞いてからこの後減らしていくんですけど、はいじゃあ早速自己紹介をお願いします。はいゆかと言います、はい年齢が34歳ではい、職業が看護師をしています看護師かいやごめんなさい事前に聞いてたんですけどそうですねなんで今ため息というかいやそうなんですよそれでちょっとこう散らかってるのに納得がいって、うんまあ例えば僕の片付け動画で過去看護師さんでいうとピンク色のミーさんっていう方がいて、はいまあ、あの方も看護師ですごい部屋がゴミ屋敷になってたんですけど、はいやっぱ看護師って夜勤があったり、うんね、ハードワークなので、まあ、やっぱそれのちょっとストレスとか疲れがあって、まあ、片付ける余裕がなくなってるのかなっていうのは、まあ、過去いろんな人を片付けてきても思ってきたし、でも今夜勤がないところあーはいに勤めてるはずなんですけど、はい前の職場は夜勤やってたので、うんうん本当に疲れてうちゃっとしてましたうんはい、ゆかさんですね、でまあ 1K で一人暮らしをされてるっていうそうです感じですね。はいはい、すいませんその上でちょっとなんで申し込んだのかちょっと意気込みを聞いてもいいですか？はい今年の8月の末なんですけどここに引っ越してきて、はいこうその物の住所が定まりきらなくてはい今みたいにこうごちゃっとしちゃってで、まあ、ほんと今日勤だけなんで片付けようって思いながらなんかやっぱ慣れないっていうか今までとちょっと環境がやっぱ違うので疲れちゃってすぐ寝ちゃうとか、うんうんでなんかもうずっと先延ばしになってもう6ヶ月半年経っちゃってうんうんもうでもなんか片付けないとやばいなって思いながらなんか一人じゃやる気が起きなくて、うんうんうんでその時にYouTube で渋さんの片付け募集っはいて書いてあるので、でもうこれだって思ってもし支部に家に来て片付けてほしいよって方は概要欄にリンクから申し込めるんですけどじゃあその上で過去どれくらい片付けてきたのか
多分コロナ前なので4、5年前とかなんですけど、片付けとかがめんどくさかったし、掃除もめんどくさいというか、基本的にめんどくさがりなので、家計簿つけてないから絶対性格的に向いてないだろうなと思うんですけど、はい、なのでだからもう掃除がしやすい家に住みたいって思ってもうすぐに掃除機かけられてとかで、そういう時に YouTube 見てたら、渋さんの動画を見つけて、はい、ポップインアラジンの動画、天井埋め込み型のプロジェクターの動画を見てなんだこの家って思ってなるほど、物なんもないしなんかプロジェクター上から出てるみたいなそうです。なるほどなるほど。そうそれで、それきっかけにプロジェクターも買って、じゃあもうなんか壁から物を減らそうって思って、なんかテレビとかもあったのを廃棄して、そしたらなんか床に物置く必要ないじゃんって思って、まんま部屋を作りたかったので、ベッドとかも一回、ベッドも机も椅子も全部廃棄して、ベッドもなんですね。そうです。一回廃棄して、ベッドの下がすごい埃が溜まって、その掃除がなかなかめんどくさかったので、一回手放したんですけど、グッズとかも今は結構こじんまりしてるけど、もう飾るぐらい。さっきたくさんのうちわがありましたけどそうですね。写真集とか CD とかも今ほぼ持ってないっていうか買ってないんですけど、CD とかもかなりバーって並んでたのも全部処分。多分動画で初めて見た人はちょっとね散らかってるじゃんと思いがちなんですけど実はもっと物がたくさんあったんですね。もっといっぱいありました。もう半分以下ぐらいになったと思うんですけど、結構減らしてる。そうです。で押し入れがその時は大きかったので、そこに入る分だけって思いながら、背がちっちゃいので高いところは置けないって思って、届く範囲のところだったので、そんなにいっぱいは入ってないぐらいは減らしていたんですけど、引っ越しを機にこうやってベッドとかまた机とか買っちゃって、ぽちゃっとしちゃった。じゃあちょっとリバウンドしてる。そうですね、リバウンドしちゃってます。普通にリバウンドしてるのもそうなんだけど、シンプルに散らかってる。さっき物の住所って話してたんですか、冒頭に。で、物の住所は定まらない理由ってわかります？物の定位置ですよね。例えば床にこういう散らかっちゃうのかって理由わかります？理由ですか？理由。物が多すぎるからですか？置く場所がないか。そうです。シンプルに物が多いからです。シンプルに物が多くて、使ってないものも含めて残しちゃってるから、こう、住所が定まる散らかってるっていう。要はミニマリストの物の量、一番理想の状態って、全部使ってる状態。要は物の稼働率 100% とか僕読んだりするんですけど、どれだけの量を持って必要最小限っていうかってみんな基準は一つで違うと思うんですけど、やっぱ大前提まず目指してほしいのは、家にあるものはちゃんと 100% 全部使ってるっていうような状態。当然ね、思い出のものとか、使わないものに価値があるものも一部あると思うんですよ、思い出のものとか。っていうのはさておいて、基本的に服であるとか、日用品、身の回りっていうものはちゃんと1年間で1回以上絶対使ってるっていうような。使わないものって定位置決まらないじゃないですか。っていうので、散乱しちゃってるっていう状態なんで、シンプルに物の数減らしたら、ちゃんと使うものも厳選されて、置く位置も決まってくると思うので。特にただ僕気になってるのはやっぱりここ、過去一無印良品の収納が多いですね。本当ですか？収納の数が過去ダントツ多いかな、部屋に対して。しかも使ってない収納もいっぱいあるし、みたいな。そうですね。なんかわかります。例えば無印良品の収納とかって、同じの買って、で、それをなんか横に並べて統一したりするとすごい気持ちいいじゃないですか。でも、そうやって収納を増やしちゃうと、結局収納があるからって言って無駄に買ってそこに詰めたりとか、で、物を詰めることによって何がどこにあるか把握できなくなるから、残りの残量もわからないで無駄に同じものを買っちゃうとか、整理整頓しきれてないから、結局使わないものがね、収納の奥に眠っちゃったりとか。やっぱりある程度ミニマリストに憧れがあるのであれば、もうちゃんと数を減らす片付けをやって、で、収納そのものもなくすっていうの。よく言ってるのは、もう収納から減らせと。収納から減らせば、そもそももうね、詰める場所なくなるから、物を増やさなくなるっていう。そうなんです。だからね、この家ってめちゃくちゃ物が増えやすい環境なんですよね。収納いっぱいあるから。買っても詰めちゃえっていうのができちゃう。てか、収納買ってるけど使いこなせてないんですよ。そうです、そうです。使いこなせてません。もう買って満足しちゃってるみたいな。家計簿もそうですね。家計簿しかり収納しかり、なんかそうですね。
まあ整理しようとか頑張ろうと思いつそうつ実際行動に移せてないから多分マメなタイプじゃないんですよ。うん多分ちょっと仕事が疲れたりするともういいやっていうので書かなくなったりとか、はい。まあ、そういうズボラな人こそミニマリストになった方がいいですね。そう、もう根本的に物の数減らせばそもそも整理収納いらないからはい整理収納術をなくすっていうのがまあミニマリストの減らす片付けなのでちょっとズボラなタイプなんでもうシンプルに物の数減らした方がはいい。いですね。僕もそのタイプなんですよ。僕も僕どっちかというと整理収納とはかい苦手なタイプだからもう逆に物の数減らせばそもそも散らからないし、整理しなくていいよねっていうところから数減らしてるので、物の数を減らしましょう。その上でこれ最後です。はいじゃあ物を減らしてどんな生活をしたいですか？物を減らしたら、まあ、なるべくもう本当に備え付けの収納だけで収め、なるべくもう出てるものはテーブルと机とベッドだけっていう生活にしたくてそうすれば掃除も楽になるし本当に無駄な労力とかをなくせるようなはいまあ、プロジェクターもそうですけど物はすごくいいものを持ってらっしゃるのでそれがただゴミに埋もれてちゃんと有効活用できてなかったりとかいいものもなんかよく見えないというか、なんかね散らかった家にあるものってどんな高級品でもなんかね、ボロく見えちゃうっていうのありますよね。もったいないですね。そうなんですよ。この物のポテンシャルを最大限発揮できない感がすごいんで、そうですね、自分が大事にしたいものを大事にするためにもちょっとゴミガラクタは減らしてやりたいですね。はいじゃあそんな感じで物を減らしていきましょう。はいっていうのでカフェインレスコーヒーをいただきます。インスタとかすごい漁っちゃってはい。収納術とかで見はい。て、整理収納術みたいな投稿を見て欲しくなっちゃう。そうですそうです。昨日3日に上がった人も整理収納アドバイザーの資格取ったって言ってたじゃないですか。2級持ってましたね。私も2級を持ってるんですか？整理収納アドバイザー2級持ってるんですね。どうなんだ。そうなんだ。でもなんか僕なんかマジで申し訳ないんですけど整理収納検定2級持ってる人は家汚いみたいなサンプル数2だけど整理しきれてないやんみたいな。本当にもうなんでだろうな。多分家が散らかってるからこそ整理したいと欲求があって、でちゃんと整理しようと思って一応勉強というか資格はする。まあただやっぱね、まあそれこそそうですけど、まあ、片付けとかって別に資格いらないですよね。別に整理収納まあ別に否定するわけじゃないんだけど、まあ別に俺持ってないけど家あんだけ綺麗だしなみたいな。そうですね。まああった方が当然ね、人に教えるとか、仕事にしていくとか、まあそれこそ無印良品とか行くと整理収納アドバイザーの方がね、接客してくれますとか。そう仕事にするとかなってくるとやっぱりまあある程度ね、あった方が安心してもらえるとかあるけど、まあ僕あとインフルエンサーっていうのがあるから別になくてもやっていけるけど、根本的にはやっぱりまあ別に資格がなくてもできるのが僕片付けだと思ってるので、ミニマリストとか少ないもので生活するっていうのは別に資格はいらなかったりするし、ね、全然 YouTube 見たり本読んである程度、こうやって減らすんだと覚えたらまあと減らすだけなんで、まあ極端な話すると片付けって小学生でもできるんですよ。そうでも逆に大人になるとそういう長年残してきたものだからとか、お金をかけたからとか、思い出がとかっていう理由で片付けられなくなっていくけど、片付けっていう行為自体は本当にもう小学生レベルからできる行為ではあるので、要はいらないものをゴミ袋に詰めて捨てるとか、まあある程度なんか物を仕分けして修理するってのは意外と小学生くらいでもできたりするではあるんですけど、それで YouTube には上げないんだけど、前片付けした方で親が子供のものを捨てられないっていうパターンがあって、結構中学生くらいの子供なんだけど、捨てたいと、逆に結構捨てたがる子供なんだけど、逆に親御さんが、子供が例えば読み書きしてきた漢字のノートとか、そろばんの練習帳みたいなのを逆に親御さんが捨てたがらない。うちの祖父母がそんな感じです。ああ、そうですか。じゃあ結構実家行くと子供の時の。実家行くともう七五三で、だから習字のやつとかが飾られてたり、なんか私が高校の時に使ってたジャージとかを着てたりとか、すごい大事にされてますね。本当に。まあそうそう、逆に言うと結構そういう親御さんの特徴ってすごい子供を大事に育ててきたっていうような。じゃあ今も仲いいし、なんか実家に行くと自分の子供時代のものを親が取ってるみたいな感じです、祖父母が取ってる感じです。もったいない病が。もったいない病。今時刻が11時53分なんで、ここから片付けていきます。はい。じゃあどこから減らし始めるかっていう話なんですけど、まあ、基本的には僕こう明らかなゴミから減らしていって、まあ、そこから服とか
でその次は紙の本で細々とした書類はい。で雑貨系、日用品ですね、はいペンとかキッチン用品とか、でそこから大型家具を減らして、はい。で最後に思い出のものみたいな、こういう順番でやってることが多いんですけど、あとねもう床の足の踏み場もないみたいな感じだったら多分こういう床にあるものをどけてとかゴミ減らしてとかやるんですけど、そこまでやらなくて良さそうなのでクローゼットからいきます。はい。一応服から減らし始めるのがおすすめな理由としては、はい、服ってみんな結構春夏秋冬とかで買わなくてもいいのにシーズンごとに買いがちなので、意外と結構クローゼットパンパンになってるっていう人が多いっていうのと、服って減らした瞬間からすぐ効果実感できる。服って絶対毎朝起きたらクローゼットに身支度するじゃないですか。っていう時に服から減らしておくと朝起きた時に服選びが超楽になるっていうので割と効果を実感しやすいです、減らした瞬間に。はい、あと意外と減らすのも簡単。ゴミ袋に詰める場合でも売りに行く場合でも、布物なんでそんな重いとか、車じゃないと絶対いけないとか感じでもないから、割と初心者の人でも手をつけやすいっていう。服をどう減らすかなんですけど、ちょうど冬なんで、まずちょっと冬物から見ましょうか。で今使ってない冬物っていうのが来年使うことは絶対ないです。基本的に僕ミニマリストの考え方は少数生で1軍のものだけ残すって言ってるんですけど、2軍3軍が来年昇格することは絶対ないのでなので現時点で着てない冬場、しかも1月なんでもう冬の終わりじゃないですか。ってことで今シーズン冬物使わなかったので絶対来年使わないから、ちょっとまず冬物から見ていって、で冬物を手に取った時にこれいるかどうかで迷ったら捨てるってよく言ってるんですけどそうです、ね、冬物を手に取って迷ったらそれはいらないです、人間明らかに必要なものに対しては迷わないので、例えば今着てらっしゃるこのワンピースとかで多分結構一軍の今日、YouTube でずっと記憶に残るところにこれ着てくるじゃないですか。多分結構今気に入ってる服なんですよね。今一番ですよね。ってなると多分これは捨てないと思うんですよね。捨てようっていう発想になるじゃないですか。っていう風に人間ちょっと手に取ってもらってちょっとでも迷ったらそれはいらない可能性があります。しばらく着てないとか、自分の趣味思考デザインが趣味じゃなくなったとか、毛玉がよれて使ってないとか、人によってはセールにつられて妥協して買ったからそんなときめいてないとか、そういう迷うってことはそういう違和感があるから使わないっていう、いるかどうかで迷ったらそれいらないっていう。これもう早速なんですけど、一回着たんですよ今年、去年も買って、やっぱ首元が詰まる感じはやっぱこれ首元がタートルネックは私苦手だなっていうその感覚わかりますね。タートルネック結構人によっては首が詰まってて肩凝るとかねあるので、それがちょっと今年分かったっていう感じですかね。そうですね。これも大丈夫これも今年買ってちょっと着たんですけど、白好きだけどやっぱすぐに色があれですよね。これもいいかな。そうですね。今いいかなってちょっと迷ったじゃないですか。そういうのがこれもあるんですよ。飛んじゃって。そうですね。この辺りとかそうですけど。ニット3連チャンで捨てたんですけど、この時点の反省点って何かわかります？ニットに関しては本当は買いたくないんですけど、こうやって毛玉もできるし、洗うのも大変だし。でもやっぱ寒いから冬になると欲しくなっちゃうんですよ。だから安いやつ買ってワンシーズンで捨てるみたいな。多分ニットは今後も買っても結構こんな感じでワンシーズンで捨てちゃう可能性が。もっと選択しやすいやつとかも今あるじゃないですか。要はこれなんで捨てたかっていうのをみんな考えてほしいんですよ絶対。いるいらないで捨てるんじゃなくて、捨てる時になんで捨てることになってるのかっていうのをみんなに考えてもらうようにしてて、捨てたものは唯一教訓できるんですね。今もさっきもそう、捨てる時にごめんなさいみたいな、申し訳ない気持ちあったと思うんですけど、物に対して唯一そこ反省できるとすれば、捨てたものを教訓にして、例えばニットは買ってもすぐ毛玉になって着なくなるとか、そもそもあと色味とかどうですか、そのあたり。色味は黒白ベージュとしてましたけど、白が好きなんですよ。青も今着てますね。青が好きとかそう僕も思ったんですよ。青も好きだし、白も好きだし、黒だとちょっと自分に合わないなって思っちゃうから、汚れは全然目立たなくてすごいいいんですけど、これは去年買った時はなんとなくなるほど。黒はあとパーソナルカラーに合わないとかあります？多分ブルベらしいので、とかいうのも要はこれ減らしたものから分かっていくじゃないですか。っていうので、なので捨てる時には絶対になんで捨てることになってるのかっていう原因分析のセットでお願いします。でまたニットくるんですけど、
で今ちょっと同じような色を持ってるから、はい、でも今これ持ってるからこっちの方が毛玉にならないし、あ、そうですね、こっちの方がシワにもならないから、まあ生地も割と厚手なんで、そうですね。このワンピースは多分すごいお気に入りなんだなっていうのは、機能が被ってるって感じですね、若干。そうです。じゃあこれも大丈夫かな。さよなら。ありがとうってことで。ニット4連続できましたね。またニット。あ、また。1枚でやっぱ着れるのがいいのかな。あとアウター同じようなのがね2着あるから。若干毛玉の感じとかもすごい。手入れしないですよね、そう。いけないから一応持ってはいるという。ああ、本当だ。ブラッシングはしてるけど。で言うと、ゆかさんズボラっていう話さっき覚えてます。まあ多分手入れが必要な服あんま買わない方がいいですね。そうですね。はい。どうしますかそれ。これね、もう迷ってるってことですもんね。ですね。僕の目から見るとそれは多分いらないだろうなと思いますね。まあ今後も多分残しても着ない。まああると着るんでしょうけど。ジャケットは好きなんですよ。ジャケット着たいなっていう。あれば着るけど、なんか心の底から着たいと思ってるよりは、残してるから着るみたいな。まあちょっとなんかところどころ動画だと分かんないと思うんですけど、結構埃がすごくて、まあ僕正直言うとこれ着てる人いたら、まあ、ちょっとなんかだらしない人なのかなとか正直思っちゃう。いやよく見てる人はね。そうですね、っていう感じの服ではあります。はい、手放します。まあここから分かるのはやっぱこのフェルト系のやつは基本手入れしないズボラなんで買わない方がいいですね。そうですね。今後はい。もうだいぶ減りましたけど、はい。結構冬物ってやっぱかさばりますね。あ、です。なんで今僕が冬物から減らせって言ったかっていうと、まあ今ちょうど冬だから、まさに使ってる使ってないが分かりやすいし、僕所有コストが大きいものから減らせっていうのも言ってて、要は冬物って結構体積かさばるから、冬物から減らすとこんな感じでクローゼットすぐスカスカになるんですよ。まあ夏物とかで結構ね薄いから意外と減らしてもクローゼット開かないんですけど、でもっと言うと捨てられない人がなんで片手続かないかっていうと、減らしても効果を実感できないからなんですよ。そうだから服から減らし始めた理由もそうなんですけど、まず服を減らします。で冬物減らします。でそうすると体積かさばってるものを減らすから、こうやってすぐクローゼット開くじゃないですか。この余白を見て、あ、私減らせてるっていう、まあ、成功体験得られるから、そこからどんどん減らすモチベーションが湧いてくる、続くんですけど、これが普段履いてて、それはスタメン。これはじゃあ一軍の服。一軍の服ですね。はい。これはちょっと汚。あ、そう、さっきそれねちょっと気になってましたね。汚ってよ。そうだから白がいいけど。まあちょっと確かに皮脂汚れとかが若干、これとかもちょっと皮脂汚れが結構。化粧のファンデーションとかがついちゃってるのかな。なるほどなるほど。ああ、そうっすねとか。そう、洗い切れてないっていうのも、要はさっきも言ったけどズボラだから基本そんな手入れしないじゃないですか。なんかちゃんと襟を洗ってとかやんないですね。やらないですよね。襟だけこう液剤つけて洗うとか、無理ですね。まあ僕も黒着てる理由それなんですけど、いいですよね。ズボラで汚れが目立たないからとか、まあ黒じゃなくてももうちょい濃いめの色にするとかね。ゲッターズさん好きだから、なんかゲッターズさんが言うのは、明るい服を着ておくといいって言うんですよ。占い的にね。そうそう。で私まだ独り身なので、こう出会いたい人とかは、明るめの服を着るといいですよみたいな。あとボーダーを持っちゃダメみたいな。なるほどね。ちなみに僕なんか銀の羅針盤みたいな感じで。羅針盤か。羅針盤？うちの兄も羅針盤かな。そう、なんかあるんですよね。ゲッターズさんで属性分けみたいな。細木和子さんで言うと僕水星人マイナスみたいななんかあるんですよ。そうそう、父親が大好きだったから渡されたんですよ。お前水星人マイナスだからこの本読めっつって。ただまあ本当に占いの価値観を大事にいきたいっていうんだったらその白い服とかは残してもらっていいんですけど、まあことミニマリストとか物を減らすってことにおいては、まあ、ちゃんと自分に合ってるとか使ってるを優先してあげた方が、まあ、ちゃんと服も使えるし、ね、占いでなんか自分の価値観に沿わないものがラッキーアイテム出ても、ね、今みたいになるじゃないですか。で言うとこれパンツが4着かかっちゃってる。パンツはね減らしたい。てか多分減るんですよ。パンツ4着ありますけど、これどうですか？ちょっとこのタイミングで見てもらって全部使ってます？これがちょっと買ったんですよね、この前。これユニクロですよね。ユニクロです。タックついてるのが骨格的に合わないらしくて。タックパンツが合わない。でこれ履いたらすごい細く見えるって思って買ったんだけど、上が何を着ても合わなくて就活生みたいな感じで。じゃあ単品で着るといいんだけど他の服との着回し考えると微妙みたいな。まあそんな感じで幼く見えるとかその営業マンに見えるとか嫌だったらねえ、一回手放しますか。最近買ったばかりなんで。
逆に言うと最近買ってダメなものほど減らした方がいいですね。あ、そういうことですか。そっからのさっきもサンクコストの話したと思うんですけど、あー早く損切りした方がいいんですよ。うんそうそう、みんな要は長年残し続けたからっていうので辛くなるから、逆に言うと買ったばっかりもったいないけど、買ってみて実際にさっき言ったその他の服と合わないとか営業職っぽく見えてなんか着てて嫌とか、そういうのが分かってるのって逆に早くする方がいいですね。みんな買ったばっかだからけど合わなくてみたいな、使っててテンション上がらないしとかモヤモヤしてるのに買ったばっかだからっていうのが思ってるんですけどそういうものほど早く損切りした方がいいですね。わかりました。っていうのがじゃあはい、だからここれも一回も着てない。一回も着なかったんですか？試着はして、試着はしてはいあ、いいなって思ったけど、はい、なんかねやっぱ女の子らしすぎて。マーメイドスカートですかこれ？そう、マーメイドスカートです。骨格ストレートだとなんですけど、一応、なんかこういうマーメイドスカートとかタイトスカートが合うっていう感じなんですけど、まあ骨格診断上は合うかもしれないけど自分的には無理だなと、っていうものはそうですね。まあ無理に、ブルベイエベとか骨格診断もまあ大事ですけど、ね、僕も実際例えばなんかブルベ冬らしくて実際に測ったわけじゃないけど、だからなんか黒い服のが合うらしいんですよ。実際それはなんか僕も客観的に見てそう思う。なんか昔白い服を着て YouTube 出たんですけど、黒い服着てる方がなんか自分の肌に合ってるなっていうのはなんかあるから、そういうふうには頼りにしてますし、純粋に黒は着たいから着てるんですけど、やっぱりその診断結果上それ買った方がいいとか占いの結果上これがいいとか、結構そういうのを指標に買ってると思うんですよ。そうですね。それもなんか過度に過信しすぎずにちゃんと試着はされてましたけど、やっぱ自分が着てみての自分の納得感というか、本人が納得しなかったら意味ないんで、っていうふうにちょっと買い物した方がいいと思いますね。ファッションって究極の自己理解だと思ってて、自分はどんな素材が好きでとか、ズボラだからクリーニングはしないからイージーケア管理が楽な服買ってとか、トレンドっていう概念もあるから、どっちかというとタイトよりはちょっぱゆったりめが流行ったりとかありますけど、結構そう時代の変化とかもあるし、でも結構服はだからこそね、適宜見直してほしいんですよね。やっぱ自分の中でどんどん最適化を常に測ってほしいジャンルではあるんで、今正直言うとゆかさんめちゃくちゃ正直服そんな好きではないですよね。好きじゃない。思いました。そう、なんかめちゃくちゃおしゃれ楽しんでっていうタイプじゃないのと思いました。なんかどっちかというともっと楽したいとか。だったらもう服減らしまくって自分の定番これみたいなのを決めてもそれだけ着る生活の方が多分ゆかさんには合ってる。ズボラだし。さっきもそうパーカー系してましたもんね。結構女性の方多いのは結構ね、ネック部分が詰まってるものとか、フードとかだとファンデーションがつくから着ないっていう人結構多くて、これもそうなんですけどね。そうだったらファンデーションがなんか目立ちづらい色にするとか。はい、っていうので夏物の服がこっちにもまだありますので、っていうのでもうゴミ袋2袋分ぐらい出ますっていう感じでクローゼット減らした結果ですね、割とスカスカになりましたと。服はじゃあ減らし終わったんでこのまんま下っていうと一旦全部出します。で収納を片付ける時の鉄則は全部出す。ここにカバンが埋もれてんだ。そう、カバンが埋もれてるんですよ。でいうとじゃあここからいるカバンを選別してもらって絶対使うスタメン教えてください。これも吊るしましょうか。はい、減らした結果カバンが3つですね。仕事用のカバンとプライベートのカバンとこれ。この3つあったら現状こと足りるって感じですかね。今全部黒ですね。でもそれももうゆかさんにとって黒が使いやすいっていうのが自分の中で分かってるから無意識に黒を残したと思うんで。久しぶりですかこの。はいという感じで絶賛片付け中なんですけど、関ジャニの新しい名前出たんですか？名前が決まって、今 YouTube の生配信で何ですか新しい名前？スーパーエイトなんだ。一旦これこっちにインテリア的には多分ここが一番様になると思うんですけど、僕は真ん中にドンよりはこっちだと思います。ここ開けとかないと動きづらいんですよ。どっちもそうだったんですけど、一旦クローゼットが終わったので次どこ行くかなんですけど、この辺りも行きたいんですが、紙の本行きましょうか。服、紙の本の順番がおすすめで、紙の本って意外と捨てるの簡単。最悪ブックオフとかに持っていく場合にしてもすぐ終わるし、値段つくし、で最悪本ってまた読み返したくなったらまた買えるじゃないですか。1000円ちょっと、フル本だったら数百
900円でっていうのがあるんで、それこそ読んでない本も結構あるんでそれ積んどく系、まあ、例えばサイン系だけ取っておきたいとか、はい、読み返したい本だけに厳選するとか、ちょっとこのタイミングで紙の本いっちゃいましょう。はい、ちょっと僕ベッドの上失礼します、はい、そうですね。あ、しかも待ち受け画面ゲッターの飯田さんじゃんちょっと見せていいですかこれツーショット。これはいや、これショックアイさんって湘南の風のああはい、ショックアイさんはなんか、はい、動くパワースポットって言われてるらしくてでもこの人が撮った写真とかを結構みんな待ち受けにとかしたりすると、なんか運気が上がるみたいな。なるほどね、それでこれするんだ。ですごいゲッターズ飯田さんの2024年はい版補正三振占い、これはちょっと今年の分なんで、しかもサイン入ってます。おお、ゲッターズ飯田さんのすごいハンコが。これはもうサインされてるのが売られてるんですよね。ああなるほどね、すごいな、辞書だなっすごいていう感じで、じゃあこれは絶対いりますよね。これは絶対いりなのます。で本棚も今全部出してもらってるんで、絶対いるやつは戻す。はい、もうこんな感じ。基本なので片付けするときはまとまった時間を取ると、まあ、よく短期集中でやりましょうみたいな話をしてると思うんですけど、短期集中で時間を取って、まあ、今日もなので日曜日丸々1日お時間いただいてるんですけど、まあ、なので時間あるからもう全部出しますと、で全部出してそこから必要なものを戻していくっていうような、でそれ以外は捨てるっていうような作業がいいですね。はい、これがはい、整理収納アドバイザー2級を取った時あー、のはい、本。本当だ、すごい一番わかりやすい整理入門、難しそう。いやでもこれは結構面白かったですね。物を整理するとどんな効果があるか、時間的な効果、経済的な効果、精神的な効果って書いてますね。物の数減らそう。これそれではい、使ってたノートです。あーなるほど。これも一回資格は取らないけど勉強してみたいな。何が書いてあるのかを気になる。なるほど、ちゃんと勉強されて、まあ、2級持ってますもんねなるほど、これ言いますか。いらない。なんか結構これ捨てられない人にありがちなのが勉強頑張った時のみたいな、それもないですか。もう写真撮りたいとか。いや調べれば出てくること。これが銀のイルカ座のああ、銀のイルカ座専用のやつがあるんだ。そう銀のイルカ座2024年版最新のじゃん。はい、そうです。すごいこれ一日一日ね、1日ごとのがちゃんと書いてんだってことは、これ今日が2月3日のありますよ。ありますね。今日の運勢でも生理の月って書いてますよ。そうなんです2よ。月生理の月だからやらないと、はいで今日の運勢が、今日は将来必要になるお金について真剣に考えてみるといいでしょう。預金残高を確認したり、1ヶ月のお金の流れを把握して不要な出費を削りましょう。また日用品や消耗品などを購入するにもおすすめの日です。もう買わない方がいいです。今日は買わないです。今日さっき消耗品だいぶ減らしましたからね。今日は買わない。いやでも、はいお金のこととかも考そうですねえるいい日だなっていう感じですね。こんだけ無駄なもの買ってたり残してると、お金もたまらないし、ミニマリストになると無駄遣い減るんでまさに見直した方がいいですね。はい、そうですね。それでじゃあこれであすごい大丈夫、すっぽり収まったんすっぽりで、ですね。紙の本はこれ以上増やさないで、はいもし今後買いたくなったらワンインワンアウト、まあ1個入れたら1個手放すという形ではいあんま増やさないようにするはい感じですね。さっきクローゼット片付けた結果、いスペース生まれたんでそこに入れましょう。これもなくすためにはそうしないと、よいしょ。はい、すごい。でそうなんですよ。クローゼットから片付けると何がいいかっていうと、意外とスペースが空いて他のものをここに収納できたりするんで。で言うとそうだな、順番で言うと次書類っすね。紙の本の次は書類でいきます。おー、整理収納アドバイザー2級のあれが出てる感じする。ちゃんと仕分けて、これは綺麗に整理されてますね。綺麗にしてはいる。うん、すごい。整理収納アドバイザー2級ちゃんと持ってる。これはおー、なんかこれ使ってないんです。車のシートとかって洗えないじゃないですか。はい。車持ってるんですか。持ってないです。これ何用途で買ったんですかね。ゲーミングチェアを売るときに、はい綺麗に一回しようと思って買って一回だけ。これのためにはい1万ぐらいしたんです。手放すために1万円買って、これ全部そうですか。これはフードプロセッサーで、はい買ったはいいけど今使ってないけど、これトータルでいくらぐらいなんだろう。5万6万したのかな。もっとしたのかな。そんなするんだこれ。わかんない。もっとしたかもうしてないか。お料理すると思って買って、はいでも洗うのが本当めんどくさくて。うん、みんなもう僕それ100回聞きましたもん。いろんなご家庭行くと大体フードプロセッサーって使ってないで洗うのめんどくさいっていうのも、そうですね、みんな言うんで口を揃えて。そうなので売ります。じゃあこれはジモティーちゃん出す。はい。これもそうだ、これはスーツ。うおー、使ってなコンテナボックスでこんだけめっちゃもったいないです。これめっちゃスペース取るし。じゃあこれちょっともうこのタイミングで標準手放したいから、はい。
ジモティー出しましょう2つ、はい。でもうその時もうこれだったら値段つけない、あ、0円ですね。もう0円出します。ジモティーしかりメルカリとかでも売る時に欲を出さないっていうのは本当に大事で、こういう物が大量の時ですね、大量の時はもうとにかく捨てる、ゴミで捨てる、売らない、譲らない、もう売る譲る基本やってると本当にみんな片付かないから、特にただこれもうゴミにも捨てれないじゃないですか、ゴミ袋入んないしそうですね。ってなった時におすすめしてるのが僕ジモティーで、かつもう0円で出すっていう。あでもう家の近くまですぐ来てもらうと、まあ、粗大ゴミ回収より早くあ、来てくれるし、0円で済むし、でジモティー何かっていうと、まあ、地元の掲示板ってやつでジモティーに写真撮ってこれいる人募集っていうのを近所の人から探せるんで、よいしょ。はい、で僕たちみたいにもう休みの日にまとめて片付けたいっていう人はもうこういうの早めに出しちゃった方がいいですね。早い時間帯に出品して夜夕方とかにやっちゃうとワンチャン今日中に来ないかもしれないから、こんな感じでジモティーに出品してもらってます。粗大ゴミ出すとチケット代かかるし、で引き取りに来るのも大体なんか市によっては1週間後2週間後とかちょっと時間かかるじゃないですか。その間ずっとマンションの玄関に置いといかなきゃいけないっていう、そういう時にジモティーだったら0円だしもうすぐ来てくれるし、その時もなんか突っ張り棒いらねえと思って出したら40分後にはもう家の前に来てさよならみたいな。まあ、なので一応原則としてはなので物が、大量の時は捨てる、で大型なら譲るジモティーですね。で少量になったら売るですね。まあ、売ってもいいんですけど値段がつくものとかは。ただやっぱりある程度物の量がたくさんの時って安物買いの銭失いしてる人が多いんで、とにかくゴミで捨てるってことを優先していって、で数が減ってちゃんと一個一個に気が回るようになったりとか、値段が高いものを少数残せたらそれはまあなんかメルカリなりリサイクルショップなり、まあ売ってもいいんですけど、はい。まあ、なので基本は売る譲るはしないでゴミで捨てる。こういうでっかいやつはジモティーで譲るっていうのが一番早いです。あ、もう来た。もう来ましたコンテナボックス早っ。ちょっと待ってください。はいでしょ、もうだってまだ1分やばい1分ぐらいしか経ってないですよ多分。こんなに早くはい来るとは思わなかった。すごい、これは人気ですね。という感じで、じゃあこれ出品し終わったんでまた来るのを待って、はい。粗大ゴミ困ってる人はジモティーおすすめです。すごい。神サービス。おお、それ何ですか？これは前に骨格診断とああ、はい。顔タイプも診断してもらって、うんうん。でなんかまあ骨格ストレートで顔フレッシュだったから、はいこういう服装が似合うよって言われて、うんうん。これを目指していこうって思ったけど、はなんかやっぱしっくりこないんですよあらね、自分の中で。それでなんかもう一回本当に骨格ストレートなのかなってっていうのを今度ちゃんと受けに行くそうみたいな。そうそう、はい。そういうのがずーっとここら辺にあなたの骨格ストレートは何が似合うよとかなるほど。じゃあ行きます。あるけど、はい。一旦さよなら。まあどうせすぐまた行きますもんね。そうです。これあれですか？住民票？住民票の、はい。これ多分もう期限切れてます。住民票いつでも発行できるし、なんか例えばじゃあ使うってなっても、だいたい発行から3ヶ月以内のものしか受け取ってくれなかったりするんで。これ結構えぐい額が。カードローンの返済表がざっくり270万ありますざっくり結構ほぼ言ったけど。でももう完済してます。これじゃあ債務整理みたいなやつあ、ですか？そうですね。 3つのカードでリボ払いとかしまくっリボ払て、いこれはもういらないですかね。それね、ちょっと写真だけ撮って写真撮って、はい。これ確かに。なんか記録に使えるかも。そうそうそう私実はリボ払いで苦しんでたから。そう。いや本当にね、バカだなって思いますよ、ね。何をそんななんか買ったんですか？ここの前に引っ越すときに家具をいろいろ揃えたときに、はい。それで50万ぐらい使って、はい。このベッドを買う前に無印のセミダブルぐらいの下だけ買って、上はコアラマットレス8万ぐらいで使って、いらないと思って5000円ぐらいで手放して、はいっていうことをやったり。クレイジーなお金の使い方をそう考えずに買う癖が当時あったんですよね。そうですね。まあ分からんでもないですけど。なんかビジネスをしたいなって思って100万ぐらい。マルチの勧誘。マルチじゃないけど、なんはか背取りとかそういうのとか教えるよとかなってはいやってみたけど、なんか実際こんな感じだから行かなくなって、100万ぐらい払ったんですか？ 100万一気に払うためにカはいードローンを組んで、ビジネスのやり方100万円か。じゃあ俺が教えましょうか。100もう万もらっていい払えないですすでか？100万。一応僕ちゃんと会社員経験なくフリーターからここまでのし上がってきたんですごいですよね。そこそこビジネスセンスは人よりはあると思うんで教えましょうか。 100万はもうない。欲しかったな。というので
こんだけいらないものがすごい。そうなんですよ。うちの家もそんな感じなんですけど、マジで必要なものだけ残して大体ね、そんなにないんですよ。整理収納しなくてももう把握できるくらいの量になりましたね。はい、という感じで大量にいらないものが出てでここぎゅうぎゅうに詰まってたのがもう全部ここにもうこんだけですね、こんだけになってこれ全部いらないっていうでこんな感じで仕分けしてましたけど、もうこんだけの量だったらもう整理収納も必要ないよねっていうので全部見える透明のファイルにしちゃったっていう感じで、我が家と一緒ですね。いるのはこんだけでしたと。はいという感じで、服と紙の本と書類が終わってあそこが全部空いたって感じなんで、この床にあるものをいきます。はい。あそこのスペース空いたんで、はいここいらないもの減らしてってで必要になったものは全部そこに収めましょう。空いたスペースに。それなんすかね。これあれです。はい結婚式とかあにこれに包んではい。おめでとうございますみたいな感ゆかさん自身は結婚したいとかあるんですか？じ。結婚できればしたい。できたりしたいみたいな感じ、だったら片捨てた方がいいですね。そうですよね。僕の中で部屋散らかってる人の未婚率いやいいですけど、部屋散らかってると、いい印象は持たれないですよね。そうですよね。お付き合いとかして家呼んだ時に、仮に俺彼女が大部屋だったらこんぐらい上でねおおみたいなそれ全然気にならないくらい魅力があったらまたいいんですけど、少なからず加点にはなんないですよね。そうですよね。パートナーを見つけるためにも。そうですね。やらしましょうか。やらしましょう。そうスーツもう一個あったと思って。まだあったんだ。ずっとクリーニングがそうだそう思って、はい。1年2年3年。そんなだったんですか。だいぶしわくちゃなジャケットになってますけど、これはなんか思い出のジャケットとかなんですか。そうこれ初めて買ってもらったスーツ。循環学校に入学するってなった時に、入学式に着るようでおばあちゃんが新調してくれて。これもおばあちゃんから買ってもらった。そうなんです。おばあちゃんが働いたお金で買ってくれたんだよなって思うと。それで本当に残したいんだったら別にね、それは、さっきも駆動でだいぶ減らして使ったんだったんで、残せなくはないですけど、この紙袋に何年と放置されてた。僕正直そこに雑に突っ込んでる時点であんま大事にしてないなと思いましたけど本当に大事にしてるものだったら多分吊るしたりの衣装ケースに突っ込んだりとかしないんですよ。ありがとうおばあちゃん。全然お返しもしてないですけど。写真撮ってありますよね。この映像で残しておく。そうですね、この映像で。ありがとうございます。おばあちゃんもこれで苦しんでると思って嫌じゃないですか。そうですよね。自分がいたもので孫が苦しんでるって嫌じゃないですか。僕がおじいちゃんおばあちゃんだったら孫がそんな風に苦しんでると僕は捨ててって思います。で、これも入れない。もう入れない。いります？わかんない。なんか台車使う？っていうと一番いいのはさっき物減らしたらどういう理想が状態かって言ってた時に、この机とベッドとプロジェクターとみたいなですか。自分の理想の生活出てきますこれ。出てこない。ですよね。そうですね。っていうのはなんか最終的に自分の一日理想の生活を考えてもらって、僕で言うとソファーベッドとでプロジェクターとお掃除ロボットみたいなですか。僕もアニメとか見るの好きだから僕もネットフリックスで見てるんですけど、見てますかね。独り言とかそういうのってでも意外と見るのに時間がいるじゃないですか。だからそういう時間を最大限抽出するためにまず物を減らして散らからないようにとか、お掃除ロボットが動けるように床に物を置かないとか、でソファーベッドもお掃除ロボットが足を通過できるようにとか、自分の理想の生活があるからそれに必要なものだけを残してるっていうような感じなんですよ。っていうので、要はこれが自分の理想の生活に出てくるのかっていうのを考えてもらって、今は出てこないですね。はい、切っちゃいましょうか。これ取っちゃうんで。っていうのでジモティーの引き取り手の方が来るんで、行きます。大丈夫ですか？ありがとうございます。すごい。すっきり。周りがすっきりして。評価をありがとうございました。いい方でしたね。はい。いい方です。っていうのでそこの使ってない収納を減らしていきます。はい。これはもう使ってないので。ね、もういらないですね。いらないですね。はい。この後いらないですね。要はなんで最後この手順で収納見てるかっていうと、もろもろ減らしたじゃないですか。で最後本当に減らし終わった後に収納いるんだったら使ってもらっていいんだけど、もう入れたいもんないでしょ。ないです。この収納ももう使わないですかね。使わないです。もったいね。もったいな。使わない収納の山が大量。これ多分6ヶ月間ずっとここにあったやつなんで。次これ外箱言いますこれ。外箱これいらないんですけど。アルファ6400って結構いいミラーレス一眼ですね。
これあります？あります。ここにあ、そこにあるんだ。カメラ全然使ってないでしょ。11月に北海道に行った時とはい。 1月に実家に帰った時に使って、本当にたまに使ってたんですよ。充電ないですからね。充電もない。趣味増やそうと思って買ってあんまやってないみたいな感じですよね。じゃあ売ります？売るんだったらこれ詰めますか？売る準備をしておきます。まあやっぱりなんかお金の使い方そういうとこ見てると確かにリボ払いで再生しちゃうなっていうのは確かにちょいちょい感じますけど、意外と高級家財この家いっぱいあるんですよね。あ、ようやく開きましたがいかがですか？半年ぶりの床またちょっとこっちがまだあるんでいきますけど、そうですね、こまごましたものを見ていくんですけど、はいっていう感じでちょっとねカメラが回ってなかったんですけどこれ全部出しました。でもこれを最終的になくしたいっていうのがゆかさんの目標なんで、はい、これをいきなり撤廃。撤廃。うおー、まあ、そこはやっぱりコンセント周り、Wi-Fi があったりとかするんで、こんな感じで無印のやつに収納したらしいんで、いいじゃないですか。あ、ここで充電もできる。そうそうそう、スマホ置いてそこ充電スペースにするとか、一旦ここに全部まとめられたんでいいでしょう。そうですね。はい、っていう感じです。すげえこの部屋こんな広かったんだっていうくらい床が空いて、であとはこっちもうちょっとここいらないもの精査して、あとクローゼットとか書類ケースに入れていきましょうか。はい。引っ越したてみ久しぶりにこんな床空いてるの見たでしょ。っていう感じでちょっと机の上のいらないもの減らしていくんですけど、でこの時にやることわかります？はい、全部出します。はい。片付けのテストを一旦全部出す。はい。いや、素晴らしい。この状態キープしたいですよね。はい。崩した時にちょっとなんだけど、いらない。じゃあそれも一旦元の位置にこれは、はい。持って最後思い出系いきます。ここ片付いたんで。重い。一応ねこういう自分の決めたキャパの中で一旦収まってるからそうそうそう、なんか無理にたくさん減らさないといけない状況でもないと思いますけど、ちょっと若干溢れてるじゃないですか。そこがもう。あ、溢れてきちゃいました。なんで思い出のものとの向き合い方は、どうしてもこれね、ライブ行くの好きだと思うんで残してもらっていいんですけど、はい。やっぱここに収まる範囲。かっこいいんだけど、はいこっちがあるからいいかなっていう。あ毎年出るし、やっぱ歴代取っていく人とかもいて、あ、はい。それを見るとわあいいなって思うし、でもこれでファンサもらったんで、じゃあそういうなんかもう絶対思い出があるみたいなやつは当然うんうん残してもらっていいし、3秒見つめてなんですね。はい、 3秒って結構なファンサっすね。結構ファンサですよね。はい、僕もアイドルのライブとか行くんですけど、もう一瞬目が、うんレスって言ったりしますけど、あ一瞬目があっただけでもなんか俺の方向いたんかなと勘違いして、本当かわかんないけど3秒って結構内輪が半分ぐらいになったということで、何を残したかは想像にお任せお任せ。思い出のものとの向き合い方は、ちょっともういいかなくらいだったら、写真撮って捨てるとか、一応写真撮った方は 20% 多く捨てるみたいな研究があったりするんですよ。大学生かなんかに不要品を寄付してくださいって言って、で写真撮ったグループと撮ってないグループで分類したら、やっぱ写真撮った人の方が20% 多く寄付したみたいなのあるんで、ちょっと捨てづらい見た時はそれ使うと、確率的には 20%。でも100個しか捨てれない人は120個捨てれるようになって、結構 20% はでかいですよ。思い出のものはなんか写真撮るか、でも絶対いるっていうのはもうこんな風にキャパを決めて残してもらって、はい、でもっと言うと僕思い出のものって大事にしたいなら写真撮った方がいいですね。僕とか推しからもらった直筆のサインとか、家にも撮ってるんですけど、写真でも撮ってるんですよ。これ万が一災害とかでなんか流されて一撃で終わるじゃないですか。そう火事とかね起きたらそうありえますからね。もう我が家水没してますし、水水没したらもう濡れてびしょびしょになるとかあるじゃないですか。確かに、そういうものほど写真撮った方がいいし、仕事がやる気出ないとか疲れた時にそういう手紙見て思い返すみたいなたまにやるんで、そうすると例えば旅行先とか出先でも見返せるじゃないですか。そうですね。ここにあると押し入れの奥に眠ったままで見返しもしないし、思い出を大事にしてないなって感じますね。そうですよ。みんななんかね、災害来ないでしょとかなんか防災グッズしっかりそうなんですけど、みんな甘く見すぎですね。実家東北ですもんね。そうそうそう。東日本大震災経験してて、極端な話思い出のものを実家に置きっぱなしにしてて写真撮ってないとかだったらワンチャン流されてるじゃないですか。うちは大丈夫だったけど、近所さんとかはみんな流されちゃったりとかしてて、物を持っててもいつかなくなっちゃうんだよなみたいな。
そういう震災で流されたりとかしちゃうと、まあ別に物に囲まれてとか大事なものを囲まれて生活も別に悪くはないんですけど、まあ、特に日本においては物を持っとくっていうのはやっぱり一番災害に弱い住居スタイルなんで、これは実で残しときたいやつおお、そうですね。こういう今の感じ、今の熱量大事でパッと取ったじゃないですか、はい、これ絶対取っときたいみたいなっていうものは残しといた方がいいですよ。絶対なんかもう全部がうんって感じ。あ、そうなんだ。そう思うんだったら、まあ今捨てるタイミングだと思いますよ。あまあ絶対に取っときたいですよ。この3つじゃないですか。ここら辺。あ、今ハマってる芸ハマってるんで。人さんの自分が映ってるからずっと撮ってるけど思い出に縛られてるんだいいこと言いましたね。思い出に縛られてるって。はい。な。辛い。その感覚があるんだったら捨てた方がいいと思います。あなんか自分が思い出とか物に所有されてるって感覚があるんだったらそのまま残す人でしんどいだろうし、これは自分の中で管理できるってことじゃないですか。はいはいでもさ、思い出に縛られてるとか思わないですね、これ見てみたいな。はい主従関係が逆になってると思ったらすごい物のために自分が家賃を払ってるとか思い出に縛られてるとか、それも主従関係逆じゃないですか。自分が物のために稼いで生きてみたいな。ここはでもちゃんとそういう感じじゃなくて、自分がちゃんと使いたいと思ってるから取ってるみたいな、そういう感覚のものはちゃんと残してもいいと思うし、何にでもそうです。思い出のものに限らず、家も家賃高すぎて毎月それのためにシフト増やさないといけなくてもう生活費がしんどいみたいな。他だったらそれは自分の身の丈にやってないからもっと安いところに引っ越すべきだしみたいな。これもね受けますよ。ほらツーショット。おお、すごい。結構アイドル。すごい。これ写しいいやつですか？いいですよ。私はこんなんされたら僕大好きになっちゃう。多分おいつですか？何年前？ 23、4、5ぐらいです。あ、じゃあ10年前ぐらい。ね、取るためにお金超かけた。はい、これはいらないですか？僕今の推しにこんなんされたら多分たまんないんで。そうやばいんですよ。はい。多分この写真を撮るために100万ポイントとか多分貯めないといけないから。いくら円ぐらいですか？だからその分100万ポイント100万円分ぐらいですか？うんこの写真100万円かかってるじゃないですか。すごいガチや。まあでもおかげで債務整理気になってますね。すごい推しのために破産してるみたいな。ブーゾンちえみさんのこれはサイン。なんか芸人さんも好きだし、男性アイドルも好きだし、女性アイドルも好きだし、まあなんか僕も一応推しとか言ってくれてるじゃないですか。みたいな、そういういいですね。なんかいろんな人に愛を振りまけるっていうのは素晴らしいことですよ。ただお金がどんどん減ってきますけどね。まあ僕推し活の付き合い方は身のすり減ですね。自分の身をすり減らさないように応援するっていうのは大事だと思ってて。まあよくジャニーズとかまあ男性アイドルとか女性アイドルもそうですけど、なんか結婚して裏切られたとか、私はこんなにお金使ったのに別の男と結婚してみたいになると、それって自分の身の丈に合ってないすり減らして応援してるから愛が憎しみに変わるみたいな感じだと思うんですよ。なんかよくそれでツイッターとかにいるじゃないですか。なんかすごいブチ切れてるファンの人とか。います。まあそれは明らかに自分のキャパを超えて応援してるから、まあガチ恋の人とかは結構そういうの多いかなって印象ありますけど、なんかそういう余裕のない応援っていうのはあんま幸せにならないなと思っちゃうんで、アイドルの人がもし見てるのであればやっぱわかんないけど、自分が結婚したらファンが減るみたいな、そういう活動の仕方はなんか長期的に続かないと思うから、自分の恋愛も含めて応援してくれるくらいな活動の仕方とか、そういうファン層に切り替えていかないとしんどいと思いますね。推し活っていうのは言葉として流行ってますけどあ、そうですね。僕だから推し活って僕目線、まあ、ミニマリスト関係なく、自分の目線でどう思ってるかっていうと推し活に対して、まあ僕割といいことだと思うんですよ。結局人って与えることですから最終幸せになれないなっていうのは僕思うんですよ。自分のためにも僕はあんまお金使うことないんですよ。まあぶっちゃけ。もうなんか別に歯列矯正とかもやってるし、脱毛もやってるしとか、もう締めのまあなんか大体自分に使い、まあ旅行とかも行くけど、自分にお金を使って得られる幸せってもうたかが知れてるなみたいな、まあ、自分のステージとしてはね。それよりは例えば僕で言うと YouTube やって感謝されるとか、まあ YouTube、まあ、今もこれも撮影して、で皆さんも多分この動画を見ながら片付けてると思うんですけどこの動画を見てすごい片付ける気力が湧きましたとか、こう感謝のコメントをいただけるじゃないですか。要は与えることで僕は幸せになってるみたいなとか、まあ、推し活もそうですね。なのでギフト投げるとか何でもいいんですけど、ライブ行くとか応援して幸せになってるじゃないですか。まあそれは推しの人に対してまあ愛を捧げてるじゃないですか。
っていうのはやっぱ人って究極与えることでしか幸せになれない。それは多分結婚する理由とかもそうなんですよ、結婚するとか、あとまあ最近だとクラウドファンディングとか流行ってるのそうじゃないですか、僕クラウドファンディングとかで友達がなんかやってたら割とガンガンお金やるタイプなんですけど、もう頑張ってねみたいな。結局人って与えることが一番の幸せだから、まあ、そういう意味で推し活っていうのはいいと思うんだけど、まあ、さっきも言った通り身のすり減らすような応援っていうのは続かなくて愛が憎しみに変わるからっていう意味で、まあ、そういう意味では適度な付き合い方は絶対必要だと思いますね。でもなんかこれツイッターに書いたんですよね、それ僕。4年前と自分一人すら満たせない人間が違う誰かを満たせない、己の身をすり減らすような応援は身の丈に合ってないから続かないし、余裕がないから相手の幸せを祈れないと。まずは自分の人生から生きようみたいなっていうのを、以上当時は浪人しながらもバイトで稼いだ受験費を丸々アイドルに使ってフリーターになった人間よりみたいな。まあ僕も浪人してたんですけど、まあ、浪人期間中、まあ、バイトして、まあ、勉強しろって話なんですけどバイトしてその金額を、まあ、その金をアイドルとかに使うみたいな生活して、割とそこから、まあ、受験もうまくいかずフリーターになってるから、まあ、その自分の過去の自分のメッセージみたいな。予備校代を稼いでたわけじゃなくて。じゃないです。予備校代を稼ぐでもなく浪人中にバイトしてアイドルに使うみたいな。100万円とか使ってるわけだから写真撮るのに。で債務整理のさっきあれ見たらさ、絶対身の丈に合ってない応援してるでしょと思っちゃうんで、すごい半分ぐらいになりましたね。2箱あったのが1個になって、しかもまだ全然半分ぐらい余ってるっていう。なんか思い出って本当思ってる疲れませんか？いや、そう重荷になりますよ本当に。そうそれが本当に持っといてもうテンション上がるとか生き生きするとかだったらいいんですけど、まあ、そこは多分ここに残してて、やっぱなんかもう熱量ないのになとか、まあ、それがさっき言ったサンクコストですね。さっき 100万円近いやつもだけどねなると別に大しても好きでもないのにとか、別にそこまで今熱量ないけど取っちゃうみたいな、でもなんか熱量ないものを見るたびに思い返すっていうのなんか辛くないですか？もう今ハマってるものだけ残せばいいと思うんですよね。見てる感じ、それで重荷になるくらいだったら、思い出のものは全部あそこに収まって、で本はここ、ヨガマットはここ、下着ケースはこれ、トランクケースはこれみたいな、全然余ってますもんねまだスペース。めっちゃいい。まあ、9時間ぐらい作業してここのゴミ袋と、まあ、この棚はジモティー出して、これは今からゴミ袋とか詰めたり、12、13、14、まあ、14袋出ましたと。でもっと言うとまだちょっとあえてこれゴミ袋包んでないんですけど、こんだけ収納いっぱい使わずに買っちゃってたんですよ。まあこの無印良品のポリプロピレンのやつがね、使わなかった収納がこんなにっていうの、これはちょっとすごいもったいないお金と空間の使い方でしたね。なので今後はもうあんま収納買わない。物を増やさなければ。ですっていうのもあるし、収納があるから買っちゃうんですよ。収納があることによって芋づる式また物が増えちゃうんで、まあ、気持ちいいじゃないですか。これでもなんかほらこういう同じ素材の同じ色味のものがいっぱいあるので統一感出て気持ちいいのはわかるし、安いからっていうのでつい買っちゃうのはわかるんですけど、でもお疲れ様です。本当今日一日でこんだけ減らせたのはすごいです。本当にお時間遅くまでっていうのでお疲れ様です。お疲れ様でした。ありがとうございました。本当まあ9時間片付けて18袋ぐらい45リットルのゴミがたくさん出たということで、まあ、正直これ見てどう思いました？余計なもの持ちすぎたなまあそんだけ床散らばってましたもんね。そうですね、まあ、よく言ってますけど、まあ、物の所有はコストであると、まあ、この分だけ床面積分の家賃払ってる、まあ、要は物にも家賃がかかってるんですよね、まあ、過去そいつと債務整理リボ払いしまくってとかまあ正直その分のツケが今ここに出てたなっていう、まあ完済はされてるのは本当素晴らしいと思いますちゃんと自分のお金で稼いで完済されてるから素晴らしいけど、やっぱちょっとその時の買い物癖っていうのがまだ残ってるなっていうのは正直思ったので、今後無駄に買わないように。買い物したくなったら動画を見てとかもそうだし、今後じゃあ浮いたお金何に使いたいですか？これ今後じゃあ無駄に買わないとしたらお金が貯まるじゃないですか、まあそれこそ看護師されてるから、当然ね、看護師ってストレスも溜まりやすいから、その分たくさん稼いでもその分ちょっとまた使っちゃうっていうのも分かるんですけど、大前提やっぱりそこそこね給料高い職種ではあるから無駄遣いしなければお金が貯まるっていうのもよく言ってる話で、その上で多分今後使えるお金結構増えるじゃないですか。なんかこれにお金使いたいとかあります？逆にまずは貯金したい。貯金したいですかね。貯金して投資に回しつつ、余ったお金で推し活したい。とかね、ちょっと優先順位変えてもいいかもしれないですね。さっきもなんか楽天証券とか開いてる紙ありましたけど、34歳ということで、まあ、ぼちぼちそうですね、運用とかも考えていい年齢だろうし。
おおすごい。やばい余白が広い。やばいすげえ。ちょっホテルみたいといやリアルホテルだってベッドとデスほんとねクすごい。えやばやばいここ写真撮りたいあいいっすよ。思い出に。やば美味しいっていうのはこれいらねえなあこれですか。気になり始めますよね。そうそうそう。これねなんか足元についてるこれ確かに。そうそうこれなんすかリンゴ？あいちご？いちごいちごか。いちごいちごのこの。ちょっと見せられないけど見せるうおー、埃がすごい。ほこりがやばいはい、っていう感じで片付け終わってこういう部屋になりました。ちなみに逆から見るとこんな感じ。すごい、マジで開いた。何もないここに何もないですね。さっきあそこ収納でいっぱいでしたけど、あと猫ちゃんが際立つようになりましたね。湯たんぽ猫ちゃん。そのままクローゼット。おー、だいぶ特にこことかすごい余白が結構残ってて、でここにさっきの思い出の推し活グッズが全部収まってたりとか、書類系もこうですね。でも仕事で使うカバンとかも全部ここに収まってるし、服もここで全部ですね。12、3着ぐらいがここに。でそのまんま下見ると本棚と下着ケース類と夏に使う扇風機と、キャリーケースとヨガマット、ここ敷きましょうよ今。おお、はい、硬いストレッチできますね。引き続き、ダイソンの掃除機もパッと取り出しやすくなりましたね。そのまんまあそこラックもあれ手放したんで、っていうので、充電周りは全部ここに Apple Watch も iPad もヘッドホンも iPhone も全部ここに充電、 Wi-Fi ルーターもここですね。すごいはい、お疲れ様です。ありがとうございます本当にすいません、ちょっとここが僕時間の関係でちょっと手つけられなかったんでまたよろしくお願いします。宿題としておきます。すごい落ち着く。やばいですね癒しの空間になってる豪華なベッドにはい書斎テーブルだけっていうので本当にホテルライクな部屋になりましたね。ありがとうございます。どうですか今日一日減らしてみての感想。なんかやっぱ思い出のものが結構体に負担になってたのかなってずっとこれ持ってるけどいつか処分したいけどでも処分できないどうしようみたいな思いが写真撮って手放すことによってなんかすごいすっきりした感じがあって、今までその重荷がすっごいあったんだなっていうのに気づかされて、なんかもうこの重荷を背負わなくていいんだみたいな。思い出のものを全部捨てたわけではなくて、本当に大事なものは決めた箱の範囲内に残すってことをやってもらったんで、大事な思い出もこれからちゃんともっと向き合うことができると思うんで、大事にしたいものがあるならなおさら他を減らさないといけないと思うし、あとなんかゆかさんの場合結構写真撮って捨てるっていうのは結構テクニックとして有効に効いたかなっていう。その写真もそのうち捨ててるかもしれないです。ワンチャン見返さないとかもあるかもしれないし、今日ね占いでちゃんと整理した方がいい月っていうのが占い出てましたけど今後貯金もできるんじゃないですかね。ね、本当になんかもう違うところにお金をかけようかな。もっと物より経験にお金使った方がいいかなと思いますね。僕もそういうライブとか行きますけど、あんまグッズ買わないんだよな。人によるけど、グッズが買いたい人はいいと思うんですけど、僕がなんかそのお金は繰り返し遠征行ったりとか、ライブ 1days 2days 行くとか。はい。ということで僕にですね、こんな感じで僕全国飛び回って視聴者さんの家に行って物を減らすお手伝いやってますので、渋谷家に来てほしいという方は概要欄のリンクからお申し込みお待ちしております。はい。あとどうしても顔出しできないとか部屋の間取りを家庭の事情で映せないって方は概要欄の LINE 登録してもらうと、Zoom 上で Zoom で1対1の面談とかもたまに実施してるので、ちょっと顔出しできない部屋を映せないって方はちょっとオンラインで概要欄から LINE 登録してみてください。お邪魔します。はい、どうぞ。もう撮ってる。もう撮ってます。うわ前回の片付けからちょうど1週間経ちまして、LINE でこの辺り片付けましたって報告はいただいたんですけど、前回この辺りがね時間足らずでこの辺り片付けられなかったんですけど、すっきりしましたね。はい、という感じでリビング、あれ鼻がありましたよね。鼻枯れたんで。枯れたんだ。花瓶だけに。あとこれあれですか、パーソナルカラー診断行くみたいな。何でした？スプリングって言われて、はい、ピンクを1着買っちゃいました。そういうことか。なんか可愛らしい服着てるなと思ったら変わらずちゃんとキープできてますね。はい、前回と一緒。
であとそこにマットレスが立てかけてあったと思うんですけど、それもジモティーに出品してって感じですか？はいそうです。あそこにあったマットレスは見事カラーになりました。はい。この1週間この部屋で生活してみてどうでした？いやもう本当快適すぎていやなんかこう、帰ってきてちょっと疲れてるとやっぱすぐ散らかっちゃうことは散らかっちゃうんですよね、荷物とかで。でもすぐになんか硬そうみたいな感じの気持ちが湧くのがあって、すぐにリセットができる。確かにこう片付きのハードル下がりますよね。そうですね。やろうみたいな。はい、住民税の支払い住民税の支払いが18万。18万。おお、結構。やばいですね。4分割ですね。はい。じゃあその分これ売ってそう住民税ですね。にしましょうか。確かに。これね、もったいない。はいという感じで MacBook も初期化してるんで、そうですね、ちょっとこの後この一眼レフもろもろ売りに行ってもらって、売れた金額はここに貼っておきます。ではではご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございます。